ごいでしょ。今はわかんないんですけど、昔は全然そういう教えてもらえるところが少なくて、なんか違う国に行こうと思って日本に来ました。ピスタチオと普通の味。お菓子の学校入った時は韓国に戻ってお店をやろうとかそういうのは考えてなかったんですか？そうですね。なんかそもそもお店をやろうとか何も考えてなかったから、ただお菓子を勉強してっていう感じでした。その時はお菓子作りが一番好きだったので、あんまりそんなに具体的なそういうの決めずに、とりあえずやろうかみたいな感じで始めたんです。その流れでここまで来たっていう人生わかんないですよね。こっちに来た時は、日本語って喋れてたんですか？日本、ペラペラではなかったんですけど、でもわかるみたいな感じ。どうやって勉強したんですか？韓国入る前に日本語学校で1年ぐらい日本語の勉強をしないといけないっていうのがあって、ほんで日本語学校通ってから専門学校入りました。そうです。行かないとね、学校に入れないからね。学校の先輩が同じ韓国人の人が働いてる店にちょっと募集してるからちょっと働いてみるみたいな感じで声がかかってきたから働いてみようかなってなって、そこに就職して
1年やって変えるつもりだったけどなんか3年ぐらいやってて、で今の旦那さんとそこで出会って、で結婚してっていう感じです。うち結構罪悪感あるお菓子を売ってるので、あんまり健康を気にせず美味しく食べたいっていう方が来ます。これはバニラです。ちょっと雑にしても可愛い感じがあるから好きなんです。その日によって形変えたりとかしても、日によって自分の気分で変えたりとかしてます。こことかもね、値段が上がってて大変です。
旦那さんの転職でずっとお家にいたんですけど、車もないし働けるとこもあんまりなくて、田舎だったんで仕事がなくて結構辛かった。東京帰ったらなんか自分のためになる仕事をやろうって思って、私何しに日本に来たのかなみたいな感じを結構その時に思ってて、それがきっかけです。メニューが本当に変わるんですよ、毎週変わるので、だからお客さんによく「次は何が出るの?」っていう質問がよくあるんですけど、ちょっと困る、分かんない自分も
最初の頃はもうなんかめっちゃ帰ってたんですよ。2ヶ月1回ぐらい帰ってたからホームシックを感じる時間がなかった。感じる前にも行っちゃってるからね。逆にずっと向こうにいると不安なんですよ。私はもう生活の全てが日本にいるからずっと1ヶ月ぐらい長居するともうそろそろ帰らないとやばくないみたいな感じになります。性格的にあんまりチリな感じのできないからラフな感じでお客さんも普通にパッて買えるし、包装持ってきてないし、クッキーもこういう袋にもう入れて渡すだけなんで、普段からもう気軽に食べてほしいって感じですよね。そうそうサーティワンって選べる楽しさがあるじゃないですか、どれにしようかなっていう。そうだから結構時間かかるお客さんいっぱいいる時間かければかけるほど嬉しい。
あ、こんにちは。金髪になりました。金髪になってる。プリンも。プリンも。あ、プリン食べたやつはプリンだ。プリン2個とこれにしよ多いでしょ。変な感じ。そう、私の実感がそんなに。ありがとうございます。ありがとうございます。また来ます。こんにちは。普通のスコーンです。お願いします。ありがとうございます。私は、はい、小さい方が5時間です。
金融機関というか、銀行系の会社でした。食べるのも好きだし、作るのも好きだったので、やってみたいことだったので、挑戦してみようと思って一大決心をしました。焼くことで表面カリッとさせてちょっとしけにくい状態で出したいなとは思ってるんですけれども、上にアーモンドが乗っててちょっとカリカリするのがポイントです。シュークリームは毎月出されてますか？あ、そうですね。シュークリームは一応出せるときはほとんど毎日出してるんですけれども、たまに出せない時もあるので、結構連絡してくださる方も多いですね。シュークリームが欲しい時とか。サラサラになるまで大変な。いろんなフルーツでやってるんですけど、今日はシャインマスカットにしました。季節限定なんですかね。そうですね、時期のフルーツを使ってます。なかなか大手じゃないので、いちごが夏は手に入りにくくて、季節のもので旬の味を楽しんでいただけたらと思ってます。マスカルポーネがチーズなんですけど、チーズの味がすごい出るわけじゃなくて、コクがあるのにあっさりした後味っていうのがすごく好きで、生クリームだけだとちょっと飽きちゃうんですけど、それが結構最後まで飽きずに食べられるっていうのが好きで作ってます。
交互に乗ってて可愛いですね。ちょっと交互の方が均等に食べられそうでいいかなと思ってます。毎月メニューって違うじゃないですか。はい、大変じゃないですか。そんなにショーケースが広くないので、なんかこう回転させていろいろ作ってる感じですかね。旬のものをなるべく食べていただきたいと思ってます。
いう紙の型を作ってやっちゃいます。型いらずなんで、何の大きさでも焼けます。
ルカトリエ、店名の由来は何ですか？よくなんかリエさんですかって言われるんですけどそうではなくてガトーとアトリエの造語になります。他にない名前が良かったのでネットで調べてどっか聞いたことあるんだけれども他にない店名を探してつけました。卵黄を入れて湯煎で炊きます。
シロップを使って煮立てます。エペラの特徴はコーヒーの良い香りと、あとはチョコレートの組み合わせの楽しみを味わっていただきたいなって思ってます。冷やします。じゃあこれです。
トレートなんですけど、半分ぐらいちょっと溶かしておきます。生地が乗ります。なんか趣味とかってあったりするんですか？趣味はゴルフです。練習には行きます。打ちっぱなしには行きます。これは、バルト爽快感ですかね。気持ちがいいです。結構もう打つのが好きですね。終わった後はさすがに疲れちゃっていけないんですけど、休みの日には行きます。前職何されてたんでしたっ金融機関というか、銀行系の会社でした。卒業してからすぐに就職したのがそこになってて、9年半ぐらい働いたんですけど、働きながら製菓学校に通うようになって、そこから本格的にやりたくなってしまいまして、辞めることにしました。でもともと甘いものもすごい大好きで、お菓子作りにやっぱり夢中になってしまって、食べるのも好きだし作るのも好きだったので、たくさんの方に食べてもらいたいなっていうのもあって、自分でやってみたいっていう気持ちも強かったので、どこかいいお店があればなと思って探していました。やっぱり辞めるときはこの先どうなるかっていう不安もありましたけど、でもやってみたいことだったので挑戦してみようと思って一大決心をしました。私になってどうですか？楽しいですね。やっぱりお客様と話したりとかするのも好きですし、作ることも好きなので、作ったもので喜んでいただけるのがすごくやりがいにつながっています。ありがとうございました。こちらがいちごバナナショコラカスタードホイップです。美味しいです。
OK。いちごチョコホイップでお待ちのお客様。ありがとうございました。よろしくお願いします。もう撮影だったんですね。ドキドキ。待ってました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい晴れてますね。いい天気。こんにちは。おはようございます。本日クレープ販売します。こんにちは。おはようございます。いってらっしゃい。これ人気なんですよ。これもすごい人気で、だいたい2週間に1回変わるんですけど、でもうやらないみたいな感じのことが多いんですけど、これはもう何回もやってる気まぐれメニュー。どんな特徴なんですか？焼き芋をそのままクレープに入れて、大人気のバターシュガーであったかいクレープで仕上げてるので、もう美味しいんですよ。もう焼き芋大好きな人にはぜひ食べてもらいたい。もう本当にそのまんまのお味なので。今これは何されてたんですか？今はセッティングしてました。余熱を通して。あ、はい、そうですそうです。で鉄板ちょっと綺麗にしてお客様来る準備します。クレープ焼き始めたきっかけって何ですか？クレープ焼き始めたきっかけはもう小学校の時に好きなクレープ屋さんがあって、もう廃業しちゃったんですけどクレープユニっていうところなんですけど、大好きで小学校の頃友達とよく行ってたんですけど、なんかそれが好きでクレープ好きになって、で一回アルバイトをして、でそれから出産した後クレープ屋さんやりたくなって、その当時働いてた社長さんに連絡したら、地元にクレープ屋さんできるからお手伝いしてあげてって言われて、でそこでしばらく5年ぐらい働いてたんですけど、そろそろ自分でやりたいなって思って好きなことやりたい好きなものを作りたいと思って自分でキッチンカーで始めました。もう毎日が楽しいですお客様のおかげですよ。みんな優しいんですよ、ここに来るお客さんもう優しい人ばっかで支えられてます。この栗のやつ食べてきます。ありがとうございます。あ、飲み物もください。ありがとうございますありがとうございます。チョコチップ大好き。じゃあいっぱい入れとくね。大好きバリバリ系の。バリバリ系いいよね。ラウンドワン。ラウアンも来てない。そんなにモンブランどんぐらいやん。モリモリですね。もりもりです。去年もモンブランやってたんですけど、去年とは違うんですよね。お待たせしました。はい、ありがとうございます。スプーン使う？食パンですね。
お待たせいたしました。ソーセージツナマスタードです。ありがとう。熱いので気をつけてください。じゃあこの気まぐれのチョコチップでお願いします。ありがとうございます。もうすぐ2年経ちますね。いやー、本当です。おかげさまですよ。ありがとうございます。もうここが一番最初の初出店だったのでね、もう本当ありがとうございます。支えられてますよ。お客様はもう最初から来られてるんですか？ほとんど最初の頃からで、気まぐれとか、あとクレープケーキとかも頼んでくださったりとかして、でお話もしていつもいつもありがとうございます。去年のモンブランとは一味違った味になってます。今回はホイップと一緒にでチョコチップでバリバリ系のチョコチップが美味しいんですよ。すごい楽しみ。ありがとうございます。いつもありがとうございます。じゃあ生地入れていきます。チーズ入れます。卵入れます。娘っちもこれ巻くのすごい苦手で、でもコツ覚えちゃえばもうすぐ簡単に。早い。これはもう焼き芋そのまま入れてます。電気使ってたんですよ、アルバイトの時は。電気ってどんな感じなんですか？電気だともう火力が一定なんですけど、火だともう自分で調節していかないので、私さっきから多分何度もこう見てお客さん来ない時はすごく弱くして、お客さん続く時は火力を強くしてとか、人の勝負です一日ずっとつけてないといけないものなので、体気になるとやっぱりあれなので弱くしたりとか大変です。電気でやりたいんですよね本当は。ただ電気だとクレープ機って1500ワットぐらい使うので、他のものが使えなくなっちゃうのでね、家庭用電源だとそこがネックですね。大変お待たせいたしました。すみません。
ちら失礼いたします。はい、どうも。ありがとうございます。焼き芋はそのままの素材ですか？そうです。紅天使で今回はお芋の種類も変えたりしてるんですよ。インスタで告知して砂糖かけます。シュガーです。私のお昼です大好きなんです焼き芋。これが今日本日の気まぐれの焼き芋バターシュガー。そうです。お昼いただきます。はい。いただきます。めっちゃ美味しいです。我ながら自画自賛で。美味しいです。先にバターシナモンシュガーです。こちら熱いので気をつけて召し上がってください。アーモンドチョコホイップ。お待たせしました。アーモンドチョコホイップです。ありがとうございます。ありがとうございます。そのままの私か袋に入れて。登録しときだよ。お待たせいたしました。こちらがいちごバナナショコラカスタードホイップです。今何注文されたんですか？一番人気のやつ。いちご、チョコ、ショコラ、ホイップ、カスタード。美味しいですか？美味しいです。タピオカいかがですか？
クレープ3点大変お待たせいたしました。すみません、大変お待たせいたしました。ありがとうございます。いらっしゃいませ。こんにちは、いらっしゃいませ。今日は焼き芋バターシュガーのクレープとマロンホイップのクレープやってます。もうすぐできますので。俺と優雅みたいな。ありがとうございました。店名についてクレープ324って何の数字なんですか？私なんです。私がみつよです。覚えていただけたら光栄です。お待たせいたしました。焼き芋バターシュガーです。熱いのでお気をつけください。よければ今日は暖かいから。アイスじゃあ。ありがとうございます。よく来られるんですか？よく来ますね。もう大体帰ってきたらいるんで。帰ってきたら私がいて、私が声かけて、タピオカも今日も残ってますよ。どうですかタピオカは？ちょっとお腹たくさんなんで。わかりました。好きなメニューとかあるんですか？好きなメニュー。全部。ソーセージツナマスタードはでもいつも食べて、甘いのよりこういうのが美味しい僕は多いですね。あ、でもいつも気まぐれ食べてますね僕。私が勧めちゃうしすぐ。では焼き芋バターシュガーでアイストッピングでスプーンどうぞ使ってください。あ、芋うまい。芋美味しいです。すごい。バニラと合う。そうなんですよ。はい、これ正解ですね。イエーイ、ありがとうございます。当たりですね。すごい。クレープまもなく閉店です。クレープ閉店します。ありがとうございました。じゃあ火も消しちゃいます。本日もありがとうございました。
今日朝何時に起きたの？ 7時くらい朝ごはん食べた？食べまし何食べました？た。とろろご飯をとろろご飯。すごい。朝とろろご飯食べたんですか？あららが朝めっちゃいつも簡単ですよ。すごいですね。でもとろろご飯って。もうすりおろすだけ。すごい。もう準備抜群です。何してるんですか？今暇だから絵を描いてる。絵見たい。どんな感じですか？下手いい？そっち側行って。別に大丈すごい。あれ？これってもしかしてワンピースの？夫。はい。すごい。絵描くの好きなの？最近またハマって上手だね。ありがとうございます。お母さんはお家でどんな人ですか？優しいけど時々怒ると怖い。最近何で怒られました？やることをすぐやんなくて宿題とか？宿題はやってるんですけど、おお母さんに頼まれたことやってなくて、何やってなかったの？洗濯物を取り込むことやってバレちゃった。バレた。お母さんのどんなところ好き？ダメなことした時すぐ許してくれること。あ、そうなんだ。どんな感じで許してくれるの？もう仕方ないなって感じ。優しいね、ママね。お母さんが作るクレープ好き？はい。近くに出店してる時は毎日食べに行ってる。おすすめは？いちごミルフィーユ、いちごソースをブルーベリーソースに変えていつも食べてる。カスタマイズですね。はい。お家でもクレープ焼くの？今年自由研究で焼きました。そうなんだ。その時が初めて焼いて、そっからは全然焼いてなかった。どう？楽しい？クレープ焼くの？楽しいです。疲れるけど楽しい。難しいよね。難しいです。お兄ちゃんやった時真四角になったらしいです。すごい。クレープで真四角って珍しくない？多分こう回すんじゃなくて、ピュンってやってピュンってピュンって四角形に描いちゃったんだと思う。皮付きのですか？皮はついてないでしょ。で、米粉の衣がついてる。私も食べたい。美味しい？おいしい。お客様にお渡しお願いします。こっちがあったかいクレープ、少し空いてましてお伝えください。あとこっちかな。ストロベリーソースホイップ。はい、お願いします。恐れ入ります。はい、ありがとう。ありがとうございました。お気をつけてお帰りください。お願いします。
トはできる？カットしよっか。頑張る。2、3、4、オッケー。オッケー。なんかよりちょっとこっち側だよ。お、上手。ありがとうございます。はいどうぞ。あ、できるかな。お、上手。よし、お姉さんに。ありがとうございます。いちごミルフィーユのストロベリーソースとブルーベリーソースに変えました。ありがとうございます。美味しくいただきます。どうも。じゃない。でもストローぶっ刺したら割れちゃう。かわいいよ。後ろ入れて。楽しい。シロップ。ありがとうございます。いちごチョコホイップです。お待たせしました。はーい。750円です。1000円頂戴いたします。250円のお返しです。少々ずれてお待ちください。いちごチョコのお客様にお渡ししてください。いちごチョコホイップでお待ちのお客様。はい。いいよ。Wait, so which one are you gonna say? おいしいの？お姉さんにも美味しいよって教えてあげて。美味しい？大好きないちご。わかるよ。番号で言ってくれるから。ご注文お決まりのお客様どうぞ。いらっしゃいませ。はい。両方ホイップ少なめでしたらお願いしたい。お値段は変わらないんですか？ありがとうございます。少々お待ちください。いちごバナナショコラカスタードホイップといちごミルフィーユ。いちごミルフィーユ。オッケー。ご注文お決まりのお客様どうぞ。いらっしゃいませ。ミルフィーユから作ろうかな。ホイップ。オッケー。ありがとう。どうだった？
了解です。はいじゃあありがとうごお待たせしました。ありがとうございます。うまし。なんかお母さんに伝えたいこととかある？大好きです。ありがとうございました。